皆さんこんにちは、ランダムです。これは豊臣のスポットクーラーで、これは冷却能力が 50Hz で 2kW、60Hz で 2.2kW っていう能力があるんで、車内に置いて使ったら軽音からハイエースからキャブコン、バンコンまでガンガンに冷えるエアコンで4万円ぐらいで購入できるんで、このエアコンがあったら夏の車中泊が快適に過ごせるっていうのはね、もう3年前に実証済みではあるんですけども、このエアコンね、背が高くて重くて、さらにね、この上の部分が斜めになってるんで、物も置いたりできないんで、車内でこの空間がデッドスペースになってしまうんですよね。ですね、僕はね、こちらのエアコン購入させてもらったんですけども、こちらはサイズも小さいけども、出力もちょっと小さくて、冷却能力はね、0.88kW なんで、感激くんの倍ぐらいの能力があるんで、このエアコンだったらね、軽の車内にはちょうどいいぞと思って購入したんですけども、実験してみた結果ね、言うほど冷えなかったんですよね。で、今の時期にね、冷えないということは、真夏の車内で使っても冷えないっていうことは確定ではあるんで、なんか安くていいスポットエアコンないかなというふうに思って探してましたら、偶然ね、Amazon でスポットクーラーを見かけたんですけども、こちらがね、めちゃめちゃ安くて、ちょっと冷えそうではあったんで、今回はね、ちょっとこちらのエアコンの方を開封してね、しっかり能力あるのかっていうのをちょっとね、見ながら紹介の方をね、させていただきたいと思います。で、最初に言っておきますけども、これは自腹購入品です。はい。で、こちらはね、大風量スポットクーラー、クールコンプっていう製品ですね。で、冷房送風除湿ってあるんで、これらのね、スポットクーラーと機能は全く一緒ですね。で、もうね、早速ちょっと出してみましょう。持った感じなんですけどもね、豊臣よりも軽いです。よいしょ。あれ抜けるタイプなのにから上から開けないといけないみたいです。よっしゃい。はい。で、中は、まずはダクト類。で、なぜかここにね、コードが入ってるんで抜けなかったという格好ですね。持つんですけど、おー、なるほど。おー、置いてみたらこんな感じだから、豊臣よりも一回り小さいです。で、まずはね、スペックチェックをしてみようと思うんですけども、またね、この辺に数字を出してると思うんですけど、サイズが、幅33センチ、奥行き28センチ、高さが68.5センチですね。で、重量が20キロです。豊臣のスポットクーラーが24キロあって、こっちのスポットクーラーが 15.5 キロなんで、ちょうど中間の重さですね。で、冷却能力は 50Hz、60Hz どっちとも 2.0kW とのことなんですけども、消費電力がね、50Hz で 650W、60Hz で 750W もあるんで、消費電力は一番高いですね。で、あとね、冷媒の封入量が 210g っていう風になってるんですけども、この量がね、多ければ多いほど、早く冷えるような格好ではあるんですよね。で、一番こっちの分が 160g。で、豊臣が 380g なんで、なんだろう、冷媒ケチって少し消費電力が高いような格好になってるみたいですね。はい。で、あとは、もう本体の方ちょっと見ていこうと思うんですけども、まずはこちら、フロントパネルですね。フロントパネルは、風が、上下方向と、あと、左右方向にも切り替えれるんですね。で、上側にはボタン類と液晶パネルですね。ここはね、後で、通電させたらね、よく見てみましょう。で、側面が、ここが冷たい空気の取り込み口ですね。で、ここに、フィルターはこうやってから外れるみたいですね。お手入れ簡単。で、こちらがコンプレッサーを冷やす用の空気取り入れ口と熱気の吐き出し口ですね。はい。で、こっちには何もないという格好ですね。で、付属品なんですけども、付属品がダクトとドレンホースですね。で、これが窓枠とかに取り付けるやつですね。こっちが本体の裏側に付けるやつですね。はい。で、これがね、窓に取り付けるやつですね。了解。あとはリモコンと謎の金具ですね。リモコンは電池みたいですね、これは。で、マニュアルなんですけども、もう簡単な分なんで、間違いはないですね。はい。よし、わかりました。じゃあね、とりあえず外観と付属品は見て大体分かったんで、能力の方をね、確かめましょう。はい。ということでね、もう起動しようと思うんですけども、やっぱり知っときたいのは消費電力なんで、ワットチェッカー使います。OK。下げたらね、もうピーって言いましたね、すぐに。で、ちょっと見づらいんですけども、こっちを見てみると、特に何も表示されてませんね。で、もうね、早速つけようと思うんですけども、とりあえずこれが電源ボタン、タイマー時のタイマープラスマイナスと、
風量とかモードとか切り替えれるらしいんですけども、ちょっとやってみましょう。はい。そしたらね、はい、起動しました。で、起動したら、もういきなりね、500ワットまで行きましたね。一瞬ね、こちらが500何十ワットまで上がったんですけども、480ワットぐらいで今落ち着いてますね。あ、でもまた戻ってきましたね。なるほど。様子を見ましょう。で、出てきてる風なんですけども、風の勢いはすごい強いですね。だけどまだね、ちょっと冷えた風は出てきてません。で、このプラスマイナスとか30というのはどうなんだろう。とりあえずね、マイナスボタンを押してみます。あ、設定温度ですね、これは。設定温度が15になってます。バッチリですね。あ、ここで変えれると。はい。一番冷たい風にしておきます。で、現在の気温が30度ですね。はい。で、風の勢いはね、すごい強いんですけども、これで弱らしいです。で、これで風量が切り替えれると。なるほど、なるほど。冷たい風出てき始めました、今。これちょっと面白いですね。そうなんだ。今日に変えたらね、風は強くなりました。で、これね、すごい不思議なんですけども、出てくる風がね、この辺はあったかいんです。だけども、この辺はすごい冷たいです。だから、あったかいのと冷たいのが混ざってね、出てきてるような感じはあります。こういった文化。ただしね、涼しいです。はい。で、風がね、このフィンをね、一番向こうに向けたんですけども、風はここまでしか来てませんね。こんだけの範囲です。もうこんだけの範囲になりました。ここは来てないし、ここ来てて、ここ来てないんで、こんだけの幅ですね。で、高さも、ここは来てて、これだから、この四角ぐらいしか出てません。これ動画にしても大丈夫なんかな。セカンドチャンネルだわ。で、風はしっかり今冷たくなりました。とりあえずね、風はすごい冷たいです。でも音がちょっと大きいですね。ちょっといろいろ計測してみましょう。今から計測モードに入ります。はい。でね、まずは音からいきましょう。本体をね、ちょっと今下げたんですけども、本体から1メートル離れた距離で計測してみたいと思います。で、1メーターはここなんで、こんな感じでセットするんですけども、57.4 デシベルですね。結構大きいです。ガラガラ音がしますね。よし、じゃあ次はね、風量を早くしてみましょう。これで今、強です。で、この時の音はというと、56.7 ぐらいですね。なぜか強にしたらね、音が下がりました。風はね、強です。はい。じゃあまたね、ちょっと弱に戻しますね。OK。弱にしたらね、なんかこの重低音が効いたようなゴーというような音が響いてますね。はい。じゃあね、次は1メーター離れた距離で、風速を見てみましょう。この風はね、まっすぐ来てくれてますね。かなりまとまった風が出てます。で、1メーターの場所で、2.8 ぐらいですね。2.8 メーターぐらい出てます。はい。結構涼しいですね。で、また風を強くします。そしたらね、体感的にはね、風がどっと来るようになりました。で、ここでの風は、2.8 とか9ぐらいですね。風の強さはね、なんかあんまし変わらないような気がします。はい。なるほど。でも一応ね、涼しい風が出てから、しっかり冷えてはきてます。はい。で、次は消費電力見てみましょう。小に戻します。はい。で、小の時の消費電力が845ワットぐらい消費してますね。すごい消費電力高いです。そうなんじゃ。これはちょっと消費電力消費量大きすぎですね。このエアコンはね、60Hz だったら750ワットのはずなのにから、今850ワット消費電力がいってるみたいです。しかも小で。ちょっと消費電力食ってますね。じゃあちょっと次はね、強風に変えてみましょう。OK。はい、強風にね、変わりました。で、この時の消費電力を見てみようと思うんですけども、840ワットですね。さっきよりも20ワット下がってますね、これは。どういったことなんでしょうか、これは。もしかしたらね、中で回路が弱と強が逆になってるのかもしれません、これ。これはちょっとダメですね。涼しい風が出てきてから、スポットクーラーとしては使えるんですけども、ちょっといろいろとダメですね。ですんでね、もうこれから先に実験するまでもなく、このエアコンはちょっとお勧めできないですね。トートミーレベルでね、風は出てきてすごい冷たいんですけども、電力消費量がね、すごい大きいんで、ちょっとこの分は消費電力大きすぎるんで、ちょっと車中泊にはこれ向かないです。はーい。
今ちょっとこのエアコン触ってみたんですけども、これね、この辺がめちゃくちゃ熱いんですよね。温風はね、ここから出るような構造になってるんで、ここから出るんですけども、この前側がね、めちゃくちゃ熱いです。だからね、これ車内で使ったら確実に車内が熱くなる分ですね。これはダメですね。実はね、これ Amazon でタイムセールで 16,666 円で売られたんですよね。で、16,666 円で冷却能力が2キロのエアコンなんで、僕ちょっと飛びついて買ったんですけども、これはね、ちょっと性能が悪いですね。あと、こちらのスポットエアクーラーに関しても、0.8 度で全然冷えないんで、こちらもちょっとダメですね。で、どうしましょうかね。ちょっと、ここからはね、こちらのスポットクーラーと、こちらも使ってみてからね、冷却能力の方をね、ちょっと証明してみようと思うんですけども、まずはこちらのスポットエアクーラーですね。こちらはね、もうエアコン全部同じような分なんで、機能は一緒で、電源、風量、モード切り替えにタイマーとかある分ではあります。で、消費電力はね、450W で、冷却能力は 0.88kW です。だからね、涼しい風は出てくるんですけども、気温30度とかって超えてきた場合には、屋外に置いてる車内を冷やすことはできないエアコンです。で、ちなみにね、僕は先にこっちを買って、こっちが言うほど冷えなかったんで、あちらを買ってたという格好ではあるんですけども、両方ともあんまし冷えないです。で、電源オン。で、冷房にして、15度に下げておきます。で、風は弱ですね。で、消費電力に関しては、徐々に上がっていくタイプなんで、これちょっと、ね、時間かかるんで、まずはね、風量とね、音圧を調べてみましょう。このね、スポットエアクーラーに関しては、ちょっと風の出方がおかしくって、というのが、ちょっとね、これでこういう色を作ってみたんですけども、これで分かりますかね。こっちにはね、風が出てなくって、この辺から出始めて、こっちの方向に向かって吹いてるんですよね。こっちの、こういった方向に向かって。ですんで、風はね、真正面じゃなくて、一番向こうに向けた状態でも、この辺に来ちゃってる状態で、風の勢いもね、すごい弱いんですよね。で、1メートル離した距離ではね、風が約 1.2 メーターですね。はい。で、風量をアップします。で、風量を強い方に上げたら 1.5 メーターですね。っていうぐらいなんで、弱も強も1メーター離れたら、そよ風レベルの風しか出てこないっていう格好ですね。はい。で、まだね、ちょっと弱に戻して、音圧を見てみようと思うんですけども、約49デシベルなんで、音は小さいですね。静かです。で、強だと約 49.6 デシベルですね。だからね、音は小さいです。でもその代わり、正直なところ、冷たいという風が出てきてなくて、そういう風が来てるなっていう感じではあります。だからね、ちょっと性能は、がっかり性能です。で、ちなみにね、消費電力なんですけども、弱の状態で 345W ぐらいですかね。で、強に変えると、343W ですね。なぜかね、2W ぐらい下がりました。でもね、とりあえず、冷えなかったという格好ではありますね。はい。ということでね、2台とも能力はね、そこそこだということが分かってもらったと思うんですけども、最後にね、今まで使ってた豊臣のスポットエアコンの方をね、能力実験の方をね、してみたいと思います。よし、ということでね、豊臣行ってみましょう。はい。さあね、起動しました。で、とりあえずね、風量はね、これは3段階あるんで、弱にしておきます。で、温度は、設定温度をね、一番低くしましょう。16度ですね。はい。で、モードは冷風。だから冷房ですね。OK です。ということで、ちょっと向こうにね、はい、押し合ってこんな感じにして、計測をね、していこうと思うんですけども、まずはね、やっぱし風から見ましょう。1メーターの距離で、2.8 メーターぐらいですね。強い風が出てます。ちなみにこれが最弱です。で、次は風量中。すると、風量 3.1 ですね。3.1 にしてきます。で、次は強。はい。すると、3.4 メーターです。すごい速くて冷たい風が出てくる状況ですね。ちなみにね、すごい涼しいです。本当に。で、次はね、音を調べようと思うんですけども、はい。弱。で、真正面にいるとね、ちょっと風の音が入りそうなんで、少しずれます。1メーター、これぐらい。約48ですね。はい。で、風量をちょっと1個変えます。はい。中です。
一応 49.5 デシベルぐらいにしておきます。はい。で、風量さらにアップ。OK。これ最強です。51.4 ぐらいですね、平均して。51.4 デシベルです。だからね、今日にしても音は静かです。で、あとね、ゴンゴンゴンとかって、ゴインゴインとか、何か本体がね、ビビるような音も一切してません。だから静かです。はい。消費電力も見ましょう。一番下げます、まずは。はい。これ弱です。で、風量弱の消費電力はと言いますと、690ワットですね。一応ね、じゃあ690ワットにしておきましょう。で、風量をね、今度は中に変えます。押しましたら、697ワットですね。697ワット。はい。で、最強にすると、電力消費量はね、701ワットですね。だいたいね、690ワットから700ワットぐらいに集中するようです。はい。ですのでね、上がっても10ワットぐらいっていう覚悟ですね。はい。わかりました。で、ちなみにね、風の出てる範囲なんですけども、1メートルぐらいで、下はこの辺、上はこの辺か。だから高さは30センチとか40センチぐらいですかね。で、幅はちょっと狭いですね。幅は20センチぐらいかな。だから、こんな感じの風が出てるっていう格好ですね。はーい。でもね、かなり涼しいです。バッチリです。で、ちなみに、トヨタビのスポットクーラーに関しましては、これはね、もう真夏の炎天下の車内の温度を下げることができるのはもう実証済みで、過去にね、何度も使用してからもう涼しく過ごさせてもらってるんで、まあ、リンクの方ね、ちょっと貼っときますんで、皆様興味がある方はね、トヨタビのね、スポットエアコンの動画の方をちょっと見てもらったらありがたいです。はい。ということで、ね、ちょっと一遍止めます。はい。ということで、今回はね、急遽当初の企画を変更して、スポットエアコンエレビはどれがいいのかっていう動画になってしまったんですけども、いかがだったでしょうか。とりあえずね、僕、これとは別に、まだウィンドウエアコンとか、換気くんとか、エアコンがありまして、その分をね、いろいろ試して分かったんですけども、エアコン選びに関しましては、冷房能力っていう分はね、やっぱしこれは数字が高い方がよく冷える。っていうことはね、皆さん分かると思うんですけども、冷媒封入量っていうんですかね。あちらの量が多いものの方がやっぱし中に入ってるタンクが大きいんで、冷却能力は高くて、あと、その量が多ければ、2キロの能力のエアコンでも消費電力がね、下げれるってことがね、分かったんで、皆さんね、スポットエアコンを買われる際には、冷却能力が 1.2 キロ以上ぐらいあって、あと、冷媒注入量が多くて、さらに消費電力が低いものを選ばれると、ポータブル電源でも動かすことができたりとか、エアコンをね、購入して失敗したってこともなくてから、1000ワット級や2000ワット級の電源でも長時間動いたりしますんで、皆さんよかったらね、僕の失敗を参考にしていただいて、正しいエアコン選びの方をね、していただければね、ありがたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。とりあえずね、僕は、やっぱしトヨタミがね、能力高いということが分かったんで、今年の夏はね、トヨタミに頼ろうと思いますけども、こちらのね、エアコン2台はいらないんでね、この後、セカンドストレートの方にでもね、売りに行っていきたいと思います。はい。とりあえず、夏仕様には、トヨタミです。はい。こんな感じですかね。ということで、今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。あ、でね、最後に言い忘れたんですけども、皆さん、音に関してはかなり重要で、うるさいエアコンは本当にうるさいんで、音が小さいものをね、選ばれるようにしてください。広い車内ならまだましでも、狭い車内はね、かなり苦痛です。よし。じゃあ撮ろう。サムネな。